ロジェクトヘイルメアリー、フィストマイバンプ、グーでパンチというのが映画で出てきましたね。前半はネタバレなし、後半はキリスト教を含めた考察、AI を含めた考察、そして映画全般のレビューとなっております。ネタバレなしパート。ライアン・ゴズリング主演。80億人の命をかけた人類最後の賭け。広大な宇宙でこの危機に挑むのは彼だけではなかった。プロジェクトヘイル・メアリー。まずですね、評価がとてもいい作品ですね。96%、98%。遠い宇宙の果て。想像を超えた出会いから生まれる勇気と友情の物語。全宇宙の命ある者たちへこの映画を捧げる。ネタバレを防ぐ意味で予告編とかをほとんど見ないで行ったんですけれど、宇宙人と遭遇というような映画館で見て予告編が流れてたのがあったので、若干 ET っぽいような感じなのかなと思いながら、そういう印象で見に行ってました。オデッセイ原作者の大ベストセラーを映画化。姿、形、言葉も故郷も違う二人が太陽エネルギーを奪う原因不明に挑む。未知の原因によって太陽エネルギーが奪われ、数十年後に地球は氷河期に突入する。原因解明に向けて宇宙に送り込まれたグレースは、科学の知識だけを武器に80億人の命をかけた人類最大の賭けに挑むが、この危機を救おうとする小さな相棒と出会い、共に愛する故郷を救うために宇宙の超難題に挑む。手探りの共同作業はやがて孤独を癒す友情となり、何よりも守りたい存在に変わる。そして二人がたどり着いた一つの答えとは。主演、ライアン・ゴズリング、ライランド・グレイス。そして、ザンドラ・ヒューラー、エヴァ・ストラットという役ですね。そして監督、プロデューサー、フィル・ロード&クリストファー・ミラー。二人のコンビの、ここでもバディコンビものですね。そして原作、プロデューサーが、アンディ・ウィアー。そして映像や音楽もとても素晴らしかったですね。撮影、グレイグ・フレイザー。音楽、ダニエル・ペンバートン。そして日本語版の吹き替えも豪華な方々が声を当てています。まさに大作ですね。宇宙もの大作映画です。劇場では置いてなかったんですけれど、このように公式サイトにも書いてあるグッズがあるんですね。でそれで Amazon にリンクがあって、その先には公式から出てるみたいですね。この洋服、T シャツ、映画のシーンや主人公が着ていた柄のものっぽいような、そういうような、この分いいですよね。この宇宙船が乗っている NASA っぽい、映画の記念っぽい T シャツ。それではネタバレなしパートを進んでいきます。まず個人的にどうだったか。個人的に星4ですね。面白かったし、映画館で見てよかった。そういう感想です。音楽、効果音、迫力があり、主人公のライアン・ゴズリングの演技も素晴らしかったです。そしてエンディングまでちゃんと良かったのでおすすめです。予告編での予想、個人的な予想は E.T. ピクサーの未知との出会い系のような全年齢向け分かりやすいものかと思っていたのですが、しかし見てみるととても成熟した SF で、むしろ難しい話をしながら難しいことを解決していく
宇宙人との感動のバディもの2人で協力していく、そういう映画でした。そしてプロジェクトヘイルメアリーの監督のフィル・ロードとクリストファー・ミラー2人で行っている、そういう2人でコンビでの制作をしている監督ですね。で、過去作が21ジャンプストリートというコメディバディものがあったんですね。21ジャンプストリート、チャニング・テイタム、すごいタフな、がっちりしたマッチョとそれと賢いっていうのがコンビでお互いを補いながらどうにかしていくというような、そういうバディものでした。アメリカハリウッドコメディというような、そういう印象でした。同じ監督が作った21ジャンプストリートコメディのバディものをさらに感動を進化させて宇宙規模に圧倒的にスケールを大きくしたのがこの映画プロジェクトヘイルメアリーでした。続いて誰におすすめか。SF 好き、長い映画が好きな人、背景、セットのディテール、高いクオリティを見たい人、そして反対におすすめしない人、こういう人にはおすすめしないなというのは、長い映画は辛いという人、デザインが可愛い宇宙人キャラがいい人、SF が苦手な人、そういう人には一番のお気に入りの映画とはなりづらいかもしれませんね。それでネット上などのみんなの評価はワクワクしながら見続けられた。宇宙人、デザインは微妙だけど内面が可愛い。SF 要素をもっと見たかった。インターステラーほど名作 SF ではないが感動的という意見もありました。そして出てくる金属のグッズが欲しい。そういうような意見もあって。でもあまりグッズ自体を置いてはなさそうだったのですけれど、なんかグッズにできそうなものもあるような、設定やデザインにこだわったそういう作品でした。ネット上のみんなの評価はどうだったのか。映画.com 3.8、結構いい評価だと思いますね。映画 .com の評価。そして、星5が 33%、星4 47%、星3 14%、星2 4%、星1 2%。なので星4 47% だいぶ多い。いい評価だと思います。そして星4と星5がとても多く、3、2、1が少ない、満足度の高い映画だと思いますね。そして今度は英語のサイト IMDB、 こちらでレーティング星10のうちの 8.4、 だいぶ高いですね。そして10が 27%、 星9が 29.3%、 星8が 25.5%、 星7が 11.4% となって多数が7以上をつけていますね。それで9、10が多い。かなり評価が高いですね。そしてちょっと驚いたんですけれど、この歴代のトップ250の映画にも入っていて、こちらのヘイルメアリー、なんと91、スター・ウォーズエピソード6か、エピソード6、リターン・オブ・ジェダイの上なんですね。Once Upon a Time in America、ジョーカーなど、
名作、超名作映画に挟まれて、トイストーリー3より上、黒澤明生きるより上、アラビアのローレンスより上、2001年宇宙の旅より上、さすがにこれはちょっとどうかと、レザボアドッグ、さすがに上すぎるような気はしますけれど、それだけこの近年作られたものとしては良作、いい映画だったということなんですかね。そこまでかっていうのは、ジュラシックパークより上、この票数の集計だったりランキングの仕方っていうのもあるとは思いますけれど、プロジェクトヘイルメアリー、歴代映画の中のナンバー91、かなりのそれだけ、世間的な注目であったり評価が高い、そういう映画なのだと思いましたね。そして今度はRotten Tomatoesですね。こちらの方でもかなり高い 94%、96%、ほぼ最高だっていうような、そういう評価ですね。正直なとこ、そこまでかってなんかいうような個人的に感じますけれど、すごい良かったけれど、最高の、人生で最高の一本だというような、そこまでではないような個人的な感想でしたけれど、とても面白い映画でした。プロジェクトヘイルメアリー。続いてネタバレありパートに行きます。ここからは物語の結末や核心などに触れてきますのでご注意ください。ネタバレありパート。考察、キリスト教との関連ですね。タイトルの真偽。ヘイル・メアリー。これはアベマリアと同じ意味なんですけれど、これは絶望的な状況での神頼みを意味しますが、カトリックでの祈りでは、ヘイル・メアリー・フル・オブ・グレイス。ヘイル・メアリー・フル・オブ・グレイス。グレイスヘイル・メアリー・フル・オブ・グレイス。ヘイル・メアリー・フル・オブ・グレイス。恵みあふれる聖母マリア。と続きます。主人公の名前がグレイス、恩寵、神の恵みであることは、彼自身が人類を救う奇跡そのものであることを示唆しています。復活のイメージ。冒頭、主人公グレイスが長い眠りから復活します。その図がこちらですね。グレイス。冒頭、ライアン・ゴズリング演じるグレイスが長い冬眠、コールドスリープから目覚めるシーンは、髭を蓄えた外見も含め、死、眠りからの復活を遂げたイエス・キリストのビジュアルと一致します。最初見たときは前情報何もなしで見てたので、どういう状況なんだろうと思いながら見ていたのですが、このキリスト教との関連と考えてみると、このコールドスリープから目覚める、そしてこの格好と風貌、髭であったり、ビジュアルであったり、それで復活するというイメージがとてもキリストを連想させる、そういうイメージ、構成になっているんですね。それでいて、この宇宙飛行士が3人いて、
キリスト教のキリストの方では3人の罪人がいて、キリストも一緒に処刑されたけれど、キリストだけが復活した。この映画では3人の宇宙飛行士がいて、2人は亡くなってしまったけれど、この主人公だけは目覚めた、復活した。そういう対比がなされているようでした。そしてロッキー。この宇宙人、グレースがエイリアンにロッキーと名付けるのは、キリストが一番弟子のシモンにペトロ、岩、石という名を授けたエピソードからですね。このロッキーは、この映画で見ているだけだと、ゴツゴツした石だからというような見方もできるのですけれど、そのキリスト教と対比させてみると、ロッキーというにも、その言葉にも意味がある、そう感じ取れる構成になってますね。ロッキーは人類救済の礎となる存在として描かれています。そして、ゲセマネの祈りというのがキリスト教の中であるようです。ゲセマネの祈り。ゲセマネの祈り。映画中でグレースが実は自ら望んだのではなく、記憶を取り戻した際に行きたくないと強く拒絶していたことが判明するシーンがあります。これはキリストが他者への犠牲となる前に、処刑前にこの苦しみの杯を遠ざけてくださいと神に願ったゲセマネの祈り。こういうシーンがあるそうです。その人間的な弱さと重なります。なのでグレースがやだ、俺は行かないと、そういう否定するシーンが結構印象的なんですけれど、これも重なるような、そういう構成になっているんですね。そして、最大の愛。友のために命を捨てること、これ以上の愛はないという聖書の言葉があります。グレースが最終的に下す決断は宗教的な自己犠牲の極致として描かれています。なのでそこまで含めてキリスト教の流れとこの物語の流れっていうのが並行して描かれているんですね。さらに教育者としての物語。グレースはエリート宇宙飛行士ではなく中学の理科教師です。彼が知識をひけらかすのではなく、ロッキーと共に学習し、最後には異性の他の星の子供たちに教育を施す姿は、知識の継承こそがその種を救うというヒューマニズム的な側面を強調しています。これは弟子に教えを説くキリストと重ねて考えることもできそうです。続いて、ロッキーイコール AI という考察です。ロッキーを AI のメタファーとして捉える考察。ロッキーという存在を AI として読み解くと、この物語は現代社会における人間と人工知能の共生を予言する非常に高度なストーリーとなります。いくつかのポイントでこの考察を深めます。まず、コミュニケーションの翻訳。グレースとロッキーは最初は全く言葉が通じません。しかし、グレースは自身のコンピューターを使い、ロッキーの音をデジタル解析して翻訳辞書を構築していきます。これはまさに人間がプログラミング言語やプロンプトを通じて非人間的な知性 AI
対話するプロセスそのものです。相手が何を考えているのか 100% 理解できなくても、共通の目的のために言語のインターフェースを構築する姿は、現代の AI 利用のメタファーと言えます。計算能力と直感の役割分担です。ロッキーは驚異的な計算能力を持ち、軌道計算を暗算で瞬時に行います。しかし、放射線の理論や生物学的な抽象的概念には弱い部分があります。対するグレース。グレースは理論や創造性、状況判断に優れています。ロッキー、AI が How、いかに効率的に実行するかを担い、人間が Why、なぜそれをするのかを担う。この役割分担は現在の生成 AI と人間の理想的なバディ関係を象徴しています。続いて、感覚の欠如と情報の補完。ロッキーには知覚がなく音波で世界を捉えています。AI もまた人間と同じように世界を見ているわけではなく、データという信号で世界を処理しています。人間は AI に目を与え、AI は人間に超人的な処理能力を与える。お互いの欠落している感覚器官や能力を補い合うことで、単一の種族では到達できない偉業を成し遂げる展開は、共生の究極の形です。続いて、信頼と調整、アライメント問題。AI の開発における最大の懸念、それはAI が人間の利益に反する行動を取らないかという調整、アライメントの問題です。劇中でグレースとロッキーはお互いの生存が相手の生存に直結するという究極の利害一致によって信頼を築きます。異なる倫理観を持つ知性とどうやって運命を共にするかという問いへの答えが、この映画では共通の危機とエンジニアとしての誠実さによって描かれています。現実世界への結びつき。私たちは今、ロッキーのような言葉を話し、自分より賢く、しかし物理的な体が異なる存在と初めて出会っています。ロッキーを単なる宇宙人ではなく、私たちのデスクにいる AI として見ると、この映画は未知の知性への恐怖を対話と技術によって友情に変えるガイドブックになります。孤独な宇宙で壁越しに会話する二人の姿は、私たちがモニター越しに AI と対話する姿の投影かもしれません。ロッキーイコール AI 考察のまとめ。プロジェクトヘイルメアリーは未知の生命体との接触を借りて、人間が自分以外の知性とどう向き合うべきかを描いています。ロッキーイコール AI という視点を持つことで、この映画は遠い宇宙の話ではなく、今ここにある未来の物語へと進化します。続いて映画全般の感想についてです。こちらももちろんネタバレありです。本編156分。これは SF では多分あるけれど、一般的には映画では長いなっていうような、そう感じる人が多いと思います。個人的には映画館で見るには120分が好みです。家だと止めてちょっと休憩してもいいんですけれど、映画館で見るとなると止めるわけにはいかないので、
なのでやっぱり120分ぐらいが見やすいとは思います。どうしてもこの原作の情報の多さと展開の多さ、SF 的な詳細がミソであるっていうのを考えると難しいのですけれど、120分ぐらいに収まっている方が個人的には見やすいなとは思います。そしてそれを考えると、地球編、ホームセンターでの買い物、女性ボスのカラオケ、見ていると楽しいいいシーンだけど、全体の長さを考えると長さを削れるパートだと振り返ると思いました。見ているときは最初に見てるからいいんですけれど、後半見終わった後156分かということを考えると、削るとなるとそのあたりを削るということになるのか。特にホームセンターでの買い物は、削れるパートかなと思いました。このあたりのシーンも主人公の人柄、女性ボスとの関係性を表すシーンだけど、もう少しタイトにして120分に収まっている方がやっぱり見やすいので、個人的には好みです。続いて良かった点、シーンについてです。まず演技ですね。主人公ライアン・ゴーズリング、ほぼ一人プラス CG の宇宙人。この状況で本当にロッキー宇宙人がいるように感じられる演技は素晴らしいです。パペットのロッキーも撮影現場にいたようですが、それを含めても素晴らしい演技です。その実際の映像みたいなのは見てないんですけれど、撮影現場にパペット使いもいて、それでそのパペットに向かっての演技していた。それをすごいですよね。改めて映画で見るからこういうもんだと思って見ているけど、ほぼ一人でずっとやっているのに、それなのに緊張感だったり喜怒哀楽だったり、それが映画を通して伝わるというのがとてもすごいものだと思いました。続いて宇宙人ロッキーとの出会い。最初はエイリアン映画のようなサスペンスホラーの緊張感。暗い宇宙船の中のライティング、カメラワークも素晴らしい、とてもいい緩急でした。最初の緊張感のある出会いのシーンはまた別のジャンルに急に入ったような、そういうような空気感の違いが素晴らしかったですね。穏やかな主人公じゃなかったら早めに銃を撃っていそうな外見の宇宙人ロッキー。主人公が分析的にロッキーとコミュニケーションをするトライアンドエラーが SF 的でした。もし主人公がスタローンなら相手から攻撃してきて争いになりそう。もう銃をずっと撃っていそうですね。銃を撃って殲滅して救うための宝を手に入れ、地球に帰りヒーローになりそう。そういうような宇宙人との出会いでしたが、そんな宇宙人との出会いが穏やかな主人公とロッキーで、このような穏やかな映画になってよかったですね。そしてロッキーを信じてヘルメットを取る主人公。シーンですね。さすがに怖すぎると個人的には思いました。酸素があるというのが劇中でどうにかコミュニケーションして伝えるんですけれど、濃度がどうかっていうのは、それはわからないんじゃないかなと思って、なんか酸素があるのは あっても人間に適切な酸素濃度か、それは結構危ないんじゃないかなと思って、だから酸素はあっても濃度がどうかと気になってしまって、個人的にはヘルメットを取れないとなりそうだと思いました。続いてタウメーバ、アストロファージの捕食者。
を採取するシーンですね。衛星軌道上に乗ればいけるというのがなんとなくわかるんですけど、自分の理解が合っているのがよくわからなかったですね。最初はどういうプランでやろうとしてたのか、困難がどうだったのかというのがよくわからなかったです、個人的には。おそらく小説原作では詳細に説明がされていることだと思いました。ここはどういうこと、まあ頑張れと見ながらなる人が多い、そう思います。その小説では50ページくらいかけて説明されている超難解な物理計算シーンとのことです。映画では音と映像の迫力で押し切っていて、わからないのはあなたのせいじゃなく、監督の映画をどうにか上映時間に収めるための演出、そのためのようです。なので迫力というのを、このシーンの物理計算シーンを例えば50分かけてやるかって考えたら、ここは泣く泣くカットしたというような、そういうシーンのようですね。捕食者の最初のシーン。効果音、音楽が素晴らしく、緊張感があった素晴らしいシーンだと思いました。続いて、ロッキーの命がけの救出シーン。ロッキーのキャラクター性が伝わっているから、主人公を助けようとするのが分かって感動もの。とてもいいシーンでした。ロッキーを見守る主人公。ロッキーの種族の見守り文化を主人公がしているいいシーンでしたね。あと思ったのが、ロッキーの宇宙船の構造についてもう少し知りたかったです。それにしても大きな宇宙船でしたね。エンディングについて、途中からどう終わるのか、面白いエンディングが見たいと思いながら見ていました。地球よりもロッキーとその仲間の元に行くというのは予想外でとても良かったです。女性ボスと政府関係者に強制的に宇宙船に乗せられた主人公。主人公にとってはロッキーが大切な友人でありバディ。ビートルズの Two of Us が流れていたように、ロッキーと主人公のこの二人、Two of Us が世界を救う、心温まるヒーローものの映画でした。地球側もちゃんと報われていたようで、それも後味悪くならず解決してよかったですね。エンディングの主人公について。そういえば、主人公は何を食べて星で生きているのだろうと思いました。あくまで雑に言うとですけれど、水槽にいる水族館の魚のような生活なのかなと思いました。人間に合わせた環境をロッキーのガラスで囲んで作ってもらっているようでした。ロッキーたちからすると人間は不思議な研究対象でもありそうですね。そしてお互いリスペクトはありそうです。主人公本人は楽しく満足、幸せそうですね。そしてどうやって主人公はロッキーの種族に授業をしているのだろうかとふと思いました。音声で喋るのをメインにしているのか、それともまた人形劇みたいにやるのをそれも取り入れているのか、また別ですけれど、ロッキーたちはどうやって科学的な分析、研究をしていたのかも気になりました。主人公が住んでいる空間、その外に全く別の世界があるのかもしれないなぁと、そう想像しましたね。続いて、ロッキーの外見についてです。
私はロッキーがまず好きだっていう前提があってなんですけれど、その上でも、このグッズはキャラクターものとして売れそうにない見た目は地味なロッキーです。個人的にはもう少しロッキーのグッズが欲しくなる外見の方が好きです。あまりにも石すぎます。例えば、スター・ウォーズの R2-D2 や広角機動隊の立ちコマなど無機物でも印象的なデザインが個人的にはより楽しいです。やっぱり原作通りっていうのをどうしても守りたいというのはあったと思うのですが、グッズの売れ行きは違いそうですよね。こう同じフィギュアモデルがあったとしても。それにグッズから作品を知るっていう流れも長期的には多分出てくると思うので、こういうグッズとして売れるデザインであるっていうことがさらに映画の価値を高めそうな、そういうような感想を持ちました。このロッキー、ゲームの洞窟に出てくる弱い敵のようなデザインのロッキー。このリアリティはの感じが SF。それがいいという人ももちろんいると思います。ですが、もう少しデザイン的にアイコン性を持つ方が好きですね、個人的には。例えばですけれど、アイデアです。ラピュタの飛行石のような光を放つ。光の色で感情がわかる。ゲーミングロッキー。例えば、怒っているとき赤っぽい光がぼやーっと出てきたり、穏やかな時にはオレンジの豆電球のような柔らかい光が出てきたり。そうすると、難しいことがわからない子供にも、よりロッキーのデザイン的なビジュアル的な魅力が伝わりそうな気がしました。そして、R2-D2 のような小さいロボットミニアームが出てくるなど、そういうギミック的な面白さみたいなのもあってもいいかなと思いました。皆さんはどういうロッキーならグッズが売れると思いますか？もちろん映画版そのままがいいという人もコメントに書いてみてください。まさに岩という外見のロッキーですが、ロッキーの内面が素晴らしい。ロッキーは外見よりも内面が素晴らしいことが映画でわかります。ロッキーは主人公にとって一番の友人であり、地球ではあまり楽しそうでなかった主人公が共に笑顔で過ごす相手です。ロッキーの星で主人公は満足そうに過ごしていました。しかし、仮にですけれど、もしロッキーが地球に来たら、ロッキーを幸せに過ごさせてあげただろうか。どうでしょう。研究のためにより権利を優先せず、ロッキーを拘束したのではないだろうか。人間社会の他者に対する自分勝手な行動と、ロッキーの主人公、異物を受け入れる社会は対比されますね。ロッキーの優しい性格が地球とロッキーの星、そして主人公を救った、そういう映画でした。俳優ライアン・ゴズリング。改めて考えるとほとんど一人演技。世界に向けて一人でカメラに立ち向かう俳優ライアン・ゴズリングもまたヒーローのようだと感じました。続いては改めてこの長さ156分、2時間36分の編集についてです。監督のフィル・ロードと
クリストファー・ミラーが海外のポッドキャスト Happy Sad Confused で語った公式の情報ですが、最初のつなぎアッセンブリーカットでは4時間を超えていたそうです。初期の編集版、友人監督たちに見せたカット。このバージョンで3時間45分。225分。長すぎですね、さすがに。そして劇場公開版本編では156分2時間36分となっています。監督たちは3時間45分のバージョンを映画仲間の監督たちに見せた際、とにかく短くしろと満場一致で言われ、恥ずかしい思いをしたと語っています。監督は自分たちにとってはチャーミングだと思ったシーンが観客には響かなかったとのことで、そこから泣く泣く削って現在の156分に落ち着いたそうです。Amazon MGM スタジオ。この映画の配給制作には Amazon MGM スタジオが関わっています。そのため将来的には Amazon プライムビデオで独占配信される可能性が非常に高いです。海外の映画ファンやレビュアーの間でも小説の細かい科学的な検証や地球での裁判シーン、ストラット、女性ボスとのやりとりをもっと見たいから4時間の未公開映像をベースにしたAmazon ミニシリーズ全5、6話として配信してほしいという声が実際に上がっているようです。配信ドラマ版としてじっくり描くバージョンも見てみたいですね。主人公の冒険の果て、156分という長い旅路の果てに私たちが目撃したのは地球を救うヒーローの誕生ではありませんでした。それは自分を道具としてではなく一人の友人として見てくれる相手を救うために全てを投げ出した一人の男の世界一贅沢な放課後の姿だったのです。それではまとめです。ここまで私の個人的なレビューをお話ししてきましたが、皆さんの意見もぜひ聞かせてください。まず皆さんのここだけは外せないベストシーンはどこでしたか？私はロッキーとのハグや見守り文化の伏線回収に一番感動しました。皆さんが心が動いた瞬間をコメントで熱く語ってもらえると嬉しいです。次に私はこの156分という時間をもし120分に凝縮するならどこを削るかを考えてみました。私は女性ボスのストラットの政治的交渉シーン地球編の短縮を考えました。皆さんはどう思いますか？この長さこそがベストという意見も、私ならあそこをカットするという鋭い編集案も大歓迎です。また、ロッキーのデザインがもっとこうだったらなぁというこだわりがある方の意見も待っています。最後に、もしあなたがグレースの立場だったら、最後にロッキーの星へ行く決断できましたか？それともやっぱり地球に帰りたかったでしょうか？皆さんの本音をぜひコメント欄にぶつけてください。すべてのコメントを読みながら皆さんとこの素晴らしい映画の余韻に浸れることを楽しみにしています。チャンネル登録、高評価も
よろしくお願いします。